今日はメンタルトレーニングやメンタルの重要性について話す回になります。フィジカルトレーニングと同じように大事です。変えたの線、直前で僕が打つみたいな状態から練習ができなくなって 100%、心なんじゃないかなって思うぐらい大事なんじゃないかなと思います。Welcome to リンヤチャンネル。瞑想を時々してます。中村リンヤです。今日はメンタルトレーニングやメンタルの重要性について話す回になります。お願いします。リンヤ選手はね、よく他の動画でメンタルが強いとかって言われてて、言われるようになりましたね。コメントとかでも結構いただいてて、そういう風に見られているっていうことなんですけど、レスリング時代も含めて幼少期から国内や海外での真剣勝負をたくさんされてきたと思いますので、ぜひその辺いろいろ聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。一つ目としてスポーツで、メンタルっていうのはどれぐらい重要だと思われます？練習も何もかも含めて自分を動かすのって最終的には心なんで、っていう意味ではもう 100%、心なんじゃないかなって思っちゃうぐらい大事なんじゃないかなと思いますけど、それ言ったら体じゃゼロでいいのかって話にもなるし、全部大事にした上で状況として心のトレーニングが足らない人が多いんじゃないかなっていう気はしますけどね。なるほど、めちゃめちゃ大事です、フィジカルトレーニングと同じように大事です精神論とかではなく、科学的なアプローチでもってのメンタルの重要性っていうものを取り入れているわけじゃないですか。その辺の重要性っていうのはやっぱりただ精神論ではないっていうところの違い。将来に対する不安から来るものが多くて、何か達したいことだったり成したい目標がある時にそこに向かっていくじゃないですか。本番がじゃあ1回しかない、大体やっぱチャンスは多く来るわけじゃなくて、じゃあ1回しかない試合が本番だとします。じゃあ本当にそこで達したいところに達せられるのかっていう、今まで積み上げてきたものをその場で表現できるのかっていう不安だったりとか、やっぱ出てくるじゃないですか、人間だったら。プラス格闘家ってそれができなかった時、自分がやりたいパフォーマンスができなかった時、自分はどうなってるのかって言ったら死に近い状態になっちゃうわけじゃないですか。より怖さが乗るんですよ、やっぱ普通の発表会とかよりも。肉体が壊れるかもしれない怖さ、そういうものをそうならないようにじゃあ頑張ろうって言って激しくこう体を動かしてパンチワーって1000回打ったり、重いものいっぱいスクワットしたり死ぬほどダッシュしたりとかして、こんだけやったんだから大丈夫、こんだけやったんだからもう誰よりも練習してきたし誰よりも勝てる可能性はあるってこう信じていくっていうのがすごい僕が頑張ってきたやり方というか、今まで試合に向けてやってきたやり方で、おまけ程度に相手選手はこういう動きをするからそこにはいかないように自分の得意な攻撃を仕掛けるために強い気持ちで向かうとか、最後は根性論で乗り越えるようなところが多かったし、そういうのがメインかなって思うんですけど、それをやり続けても勝てんのって言われたらもう分かんないけど勝ちますみたいな感じなんですよ。だから言ってることは、勝てるか分かんないけどもうこんだけやったしあとはやるだけなんで勝ちますみたいなことを言うんですけど、それってまだ視野が狭い状態での勝ちますで、こう来たらどうするの、こう相手がこうしてきたらどうするのって言った時にこう来たらこうします、こう来たらこうしますみたいな迷いがなく言葉として出る状態になれば、だから勝ちますよって言えるじゃないですか。リンヤ選手は毎試合こう来たらどうするって言われたらパッパって答えられるってことですか？相手がここにいたらどう動く、ここにいたらどう動く、こうとか、なんでこうだからなんでここにいると相手の方が多分攻撃が早いからとか、そこまで説明できるようになれればやることって決まってるじゃないですか、その場に立った時点で。けどやることが決まってない瞬間が来るんですよ、格闘技って。あれこの時ってみたいな、っていう瞬間がもう結構やばいんですよ、格闘技としては。その瞬間を迎えないためにずっと頭の中でシミュレーションをするっていうやり方を
今僕はメンタルコーチングの方としてて、はい、それを初めてこう頭の中でこう来たらこうする、こう来たらこうするしっていうのを練習ができない中で迎えたのがアレ&カエタノ戦ですよ。その時までの自分っていうのは自分信じてストレートを磨いて、はい、このストレート当てるために相手のパンチ避けて動くとか怖さがすごい邪魔してたんですよね、はい、もっとこうやりたいけど怖くていけない。じゃあなんで怖いのって言ったら、それを言った時に相手がこれしてくるかもしれないしこれ来るかもしれない、分かんないから怖いんですよ、はい、その可能性に対して自分がどう動くか決めてたらどう？怖い？それでも怖くないですでしょみたいな話になるんですよ、左ストレート当てるって決めてますで行った時にじゃあもしカウンターのフックが入ったらどうしようとかが怖くてみんなこういけないんですけど、来た時はカウンターのフックって分かった時にこっちくぐって打ちます。結局分からないシチュエーションになるのが嫌なんですよ、人って。だからそこにならないためにいろいろ手を打っときましょうっていうのをやるんですね。まずそれはでも試合行くにしては最低限の準備じゃないかなって、はい、最近は思う。相手が出てくる動きを事前にイメージしておくことなんて、細かい話し出したら、はい、何万通りのパターンがあると私は思うんですね、はい、それを事前に準備してこう来たらこうするなんてことが本当にできるものなのかなって思っちゃうんですけど、そこはもう超細かく見るんですけど、はい、人ってやっぱ戦っていく上で絶対癖とかは出るし、生きてても癖って出てくるし、はい、それが一番出るのって構えと重心と呼吸じゃないですか、はい、そこでどのラインが強くエネルギーが通るかっていうのを見ますね、僕だったら左ストレート、例えばすごい一番武器にしてる攻撃だし、左ストレートはもう何千回何万回って打ってるから、そこの神経伝達すごい速いのは分かるんです自分でも、はい、それぞれ相手の構えとかによってこの位置に立つとここの神経伝達は相手速く強いラインがあるからそこだけは立たないように、相手はそこに立ちたいわけですから、はい、一番強く当てれるところ、はい、そこに立たないように動いていくんですけど、そこの実際の人間と映像でしか見れないから、はい、まあ大体のこの身長とリーチと出てるデータでこう予想していくんですね、はい、次の相手は高谷さんぐらいの身長で分厚さでリーチもこれぐらいで、ここに立つとこういうラインでこの攻撃が来るんだなみたいなイメージをめっちゃ作りますね。そういうことですね、はい、お互いプロだから軌道とかっていうのはもう正確なものがゆえに逆に読みやすいっつったらあれですけど、そうですっていうことですよね。僕の強いパンチとかの軌道とかってデータにも出てるし、はい、対戦相手はだからそこを避けて動くことになるだろうし、そういうのがある中で技術を知ってないと怖さもまた出てくるし、メンタルだけ鍛えてても技術知らなければ騙された時に怖ってなっちゃいますから、技術も大事だし体も大事だし全部心とつながるし、心もまたいい技術だったり体を作る上では一番大事な要素になってくるし、心技体っていうのはどれが一番大事とかじゃなくてお互いがこう関係してて切り離せないものになってるんですけど、体も技術もすごいみんなある中で心の部分との向き合い方が不足しているがゆえに勝てる負けをこぼしてんじゃないかなみたいな気持ちになることは結構ある。結局自分との会話力とも言えるし視野の広さとも言えると思うんですよね、はい、自分がなんでそこでそれをしてるのかっていうのが説明できるやつはメンタルが強いと思うんですよ。でもなぜか分かんないけどそれをしてましたとか、なっちゃうとまだ視野が狭いし、それはまだメンタルが強いとは言えない状態なのかなっていう、それっていうのは別に格闘技においてはなく人生においてそういうことだっていうことを言ってるんですよね。多分生活するじゃないですか私たちって、はい、それの一つ一つの行動に対してなぜこれをしているかっていうことが分からないがゆえに不安になるってことですよね。そうですね。なるほど、はい、この先どうなるかっていうのが分かんないと不安になるし、そこに恐れっていうのは出てきちゃうんで、なるほど 100% のパフォーマンスが出なくなるのかなとは思います、はい、技術やテクニックだけでなくメンタルが重要と気づいたなんか試合とかエピソードみたいなのってあります？プロ3戦目のカエタノ戦が本当にそれで、直前で僕が打つみたいな状態から練習ができなくなって、もともと足首2箇所折れてたのもあったし喘息になってってこう練習ができなくなった時に試合はこう近づいていくわけじゃないですか、はい、またスタミナが落ちてく、やばい今日も練習できなかったスタミナが落ちてく
くって不安になりながら毎日過ごしてたんですけど、はい、そこでメンタルコーチングの人と出会って練習できない時じゃあどうするかっていう話をして、まず練習できるできないの前にリンヤのこのストレスの元となってる原因をちゃんと見つけてどうすれば解決できるかをちゃんと自分自身と向き合って答え見つけてそこに向けて行動していこうっていうので、今どういう状況でどうなりたくてそこに対してなんでこういけてない気持ちになって落ち込んでるのかとか、いろんな自分との会話を深掘ってって、自分って本来こういう思いでこうなりたいと思って生きてきたのに今はこうでそれがあんまりできない状況になってる、だから辛いんだっていうことをまず理解して練習ができなくなったんで、はい、ひたすらに頭の中で試合をしたんですね。その時にやって気づいたことがいっぱいあって、あ、俺って右ローもらったら斜め左後ろに下がる癖があるんだとか、何回も試合してたら俺って右のパンチを打つ時にちょっと意識的に右の攻撃がかぶさってくると体が体幹が抜けちゃうんだとか、スパーリングでは気づかないような細かいことに気づいて自分の行動ですよね、ちっちゃい癖とか行動に気づくようになって、これが相手にチャンス与えちゃってんだっていうのに気づいて修正していくっていうのを頭の中でやってたんですよ。したら本当に打撃の角度とか取るのも良くなって、スパーリングであれこんなに進化できなかったけどなみたいな、だからその超リアルで体現するシミュレーションみたいなのにすごい可能性を見つけたんですよ、その試合で。そっからそういうことは絶対にやるようにしてて、で寝技での癖を見つけたりだとか、自分ここでバック取った時空間作っちゃう癖あったけど、あ、この癖でいつも逃げられてんじゃんとか、スパーリングで気づかなかったけどシミュレーションやったらなんで逃げられるんだろう、シミュレーションの時一回ここでピタッなんで逃げられるんだろう、一回待ってってできるわけじゃないですか、ここで俺いつも胸スペース作るから逃げられんだとかが見えてきて、なんかそういう発見がすごいできるんだよっていうのをすごいメンタルコーチングの人に教わって、その力を利用して勝てた試合だったので、変えた脳戦っていうのは、だし試合中の自分の行動とかにも、なんで俺こういう癖あんだろうなって思ってたのも、あ、これって俺が無意識に浮いちゃう感覚が嫌でやってた行動だったんだとか、今まで無意識でやってたものが、なるほどって言って、こういう癖ってこういう思いから過去のこういうことから来てるわとかがすっごいいろいろ分かったりとかして、イメージングっていうものをすることによって実際に体を動かしてスパーリングをするっていうのではなく、ちょっと客観的に頭の中で自分の癖だったり理由付け、自分はなんでこうなってしまうのかっていうのが分かるようになったってことですよね。そうですね。なんか普段の生活でメンタル面で気をつけてたりするその習慣的なことってありますか？ネガティブなことを吐かない、意識的にそれはされてるってことですか？意識的にですね、頭の中で自分の内側にあるちょっとネガティブな、起こった感情だとかを外に出さない。外に出すときは疲れたって言おうとしてる自分がいると、疲れそうになったけど危ねえ絶好調みたいなこれだけですね。でもそれって難しいんですよ、結構大変だし。いくらねリンヤ選手といえど頭の中でネガティブなことを考えてしまったり、ネガティブなワードが出てきてしまったりっていうのはやっぱ人間だからあるわけですよね。ありますね、もちろん、それを外に出さないようにするっていうのを心がけてるってことですね。はい、そうですね。行動に心ってやっぱ引っ張られるんで、シミュレーションしてる時も、やっぱ行動しながらやるシミュレーションは、より深く戦ってる時の頭とリンクするんで、実際に体を動かして相手いない中でやってるシミュレーションもありますし、行動がやっぱ思考とかとリンクしてくるんで、喋るのも行動だし、そこはポジティブなものとして外の世界出すみたいな、無理やりでもみたいなことはやってますね。小さい頃からそれをされてます？いや全然いつ頃から？本当最近ですよ。 UFC と契約するようになってロードトゥーの時ぐらいですかね、それを実践され始めて何か変わってきたことってあります？気分は全然違いますね、悪い状態の時って悪いことすっごい言いたいんで、言わないように我慢してポジティブなことに変換して無理やり言ってるだけでも、そのシチュエーション面白くて笑えてくるし、本当に言葉に出す時の振動ってあるなって思って
て、それをなんかすごい感じますよ。無理やり出そうとしたもの出さなかったので体が喜んでるみたいな、はい、絶対悪い気分にはならないです。ネガティブなことを抑え込んでいることが逆にストレスになったりはしない。しないです、しないです。なるほど、それが言いたかった。 OK です。疲れたって言いたいんだろお前みたいな絶好調じゃねえかっていう俺絶好調かってなる、本当になるんですね。はい、これは格闘技やられてない視聴者の皆さんもやって損はないですよね。そうですよ、はい、やって損はないし、損はないとかっていう事件じゃないと思ってますけどね、自分は。もっともっと実りあるものになっていくと、はい、そういう本当ちっちゃい努力が、はい、ありがとうございます。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。これは正式名称は隠してるんですけど、MTD っていう軍団やばいチーム。やばいチーム、はい、今後来るであろう。これから来るんだったらあれじゃないですか、欲しいっていう方も出てくるかもしれないんで、はい、ぜひぜひ。